はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。丸中盆栽ですと。はい、まずはね、午後の紅茶で喉を潤しながらね、それからやっていきますよ。ね。はい、今回はね、こいつらをお手入れしていきますよ。よろしくお願いします。はい。はい、まず最初はね、これは斑入りの口なし細葉だね。こいつからねやっていきますよ。これはね、憩いの農園っていうところがね、地域っていうかね、ちょっとだいぶ離れたところにあるんだけど、そこへ行って物色してね買ってきましたよ。この多分ね、地域の人が育てて、農家さんとか作り屋さんがそれをなんか自分の名前書いて、そういうね園芸センターに置いとくみたいなね、だから産直みたいな産直みたいなところがあるもんね。よし、そこへ行ってね、結構安いリーズナブルな値段だもんね。そういうところで買っていきましたよね。はい、まずね、粘りを出すことから始めて、なるだけこう根が放射状になるようにねして、この太い根をねカッティングしていくよカッティングね、いいですか？よし、こんな感じかなね。大したことないね、その苗なんだけど、これからだよね。これから作っていくっていう感じでね。よし、この根っこをね中に上手に入れ込んでくださいよ。わかりますか？はい、じゃあね、この基本用土で植え付けていきますよ。ツンツンタイプだね、ツンツン。はい、そしてね、この針金で固定していきますよ。これは根元にちょっとねぐるっと巻きつけて、よし、こんな感じで上にね細粒を一周、乗せておきました。はい、じゃあね、わからんくなることはこれはないと思うんだけど、とりあえず斑入りの口なしと書いてね、樹種名札をつけておきましたよ。ね。はい、次はこれですね。これはね、なんか原種の推薦って書いてあったもんね。と思って買ってきましたよ。よし、こういう感じで裏からトントンして取り出して、そしてこれは推薦だもんでね、球根だもんね。球根を株分けして、ミニ鉢にね入れてきますよね。鉢底ネットを入れて、どうせだね、これブレンドしてあるもんで、この土使おうかな。こうやってね鉢を回しながら入れると上手に入るね。これ藤綱と鹿沼土がブレンドしてあったね。鉢底石はでっかい鹿沼土もうあんまり見たことないようなね大きな粒でしたよ。はい、こんな感じでね、こういうのをね、この球根分だけ何個か作っておきましたね。やっぱりこういう山野草はあれかな、鹿沼が主体の方がいいのかな、育ちがね。なんか赤玉でやるとなんかねちっちゃくなるようなことをちらっと聞いた気もするんだけど、
はい。じゃあね、このさっき切ったこの枝を、これももったいないだもんね。フイリッシュはもってないもんでね。これも、まあちょっと挿し木して、まあつけばもともとって感じでね、やっておきますよ。ね、この間もみじのね、実生をね、まあ、ぐにゃぐにゃに曲げて根処理をしてね、こういうポットに植えたんだけど、まあ大体ね、ああいう根をいじって曲を入れてってひどいことすると半分ぐらい枯れちゃうもんね。ね、半分弱枯れてしまいましたね。またそれがポットと鉢底ネットと土が戻ってくるもんね。まあそういう作業もね、午前中やってましたよ。はい、じゃあね、この挿し木挿し木おじさんが、まあ書かんでいいんだけど、これもね、A 型の男だもんね。A 型の男はね、これやっとくでしょ、大体。ね、まあ日本人の6割7割は A 型らしいけど、よし、次はこれね。これは花猫のメソっていうやつ。確か前推しが使っとったかな。おっと思って見つけたもんで買ってきましたよ。まあだいぶこれちょっと間延びしちゃったんだけど、まあこんだけ大きなねポットに入っとるもんで、まあ仕方ないんだけど、まあこれもね株分けしてちっちゃな鉢に入れて、この持ち込んで締めたいとね思いますよ。キュッとね、キュッと小さくねキュッと小さくしなくでしょよし、こういうね小さな鉢にとりあえずは入れて、で根が長い時はこれちょこっと先っぽを入れて、そこにまた土、そしてまたこうやってねサンドイッチ工法を鉢の中でやるみたいなねね、こんな感じで丸中はやってますよ。ね、そして隙間にね、この用土ね、この用土もこれだよ、赤玉の細粒に鹿沼土を土入れの中で混ぜておきましたよ。はい、そしてね、ちょっと抜け防止で細いこの電線をリサイクルしたやつでこうキュッと止めときますよ。ね、でまあ根付いたらね、まあ、針金は取って構いませんよ。お乳のラジペンで、お乳のラジペンでね、はい、やっておきましたと。はい、こんな感じで猫のメソ。よしよし、最後はね、これはカラマツこれずっとねちょっと気になっとったんだけど、なかなか売ってないもんね。そしたらこの憩いの農園にあったもんで、あるじゃんと思ってこれは推しの真似しなあかんなと思って、カラマツ初めて購入しましたよ。ね。はい、じゃあね、根をほぐして、こうもうちょっと性格がわからんもんね。とりあえず根はあんまり全然切らんくて、ここでサンドイッチ工法でそして根をね、こう根鉢を作っていくね。土を入れて畳んで、土を入れて畳んでっていう、そんな感じでね、慎重に優しくねサンドイッチ工法をやっておきますよ。いいですかはい、そしてね、麻紐でぐるぐる巻きにしてす巻きにしたらなんでしょうね、先生、こんな感じで根鉢を作って、まあ、先っぽはぶっ刺してね、
よし、こんな感じでね、針金を巻いて曲をつけていきますよ。これもあれなのかな、どっかで自生しとるやつなのかな、北海道とかでね。まあなんせね、初めての樹種だもんね。まあちょっとね、葉っぱを巻き込まんように慎重に。これ可愛いよね。もうなんかね、この目出しっていうかね、この青くてこのぷっくりしてねよし、そんな感じで、まあちょっと長いかなとは思ったんだけど、まあちょっと切らずに、あんまり切って枯れても嫌だもんね。なんせこの性質がわからんと、あとこのチューブで育つのかっていう話なんだけどね。よし、この根元はね、この根鉢にこうギュッと引っ掛けてね、中に入れていきますよ。これ一本で曲がるかなね。やっぱ曲がらんね。もう一本、まあ3分の2ぐらいまでのところは二重にしておきますよ。前かけた針金のねに沿わして、まあ下でも上でもいいと思うけど、沿わして二重にしておきますね。まあ最初から2本巻くのが分かっとれば、まあね、この長いやつを半分に折って最初から2本で巻くんだけど、よし、こういう感じで曲を入れておきますよ。結構なんか柔らかいよね。なんか印象がカラマツ、あれかな、おそ松くんみたいにトドマツとかなんかいろいろあるんかね。トドマツはあるんだけど、なんかそのなんとか松なんとか松でね、まあおそ松はないだろうけどはい、そんな感じでございますよ。こんな感じでね、まあなんとなく丸中風で曲を入れておきましたよ。よし、じゃあね、この2号の深鉢に入れてこうかな。もうちょっと3号ぐらいでもよかったけどね。まあとりあえずミニ盆栽主体っていうことでなるべく小さいやつに入れとかなでしょ。よし、じゃあね、これも下から針金を入れて、この根鉢に引っ掛けてね、そしてぐるっと回して鉢の縁にね、この折り返して1本で固定しておきました。はい、そしてね、細かい土を上に1周巻いて、であれだね、底面吸水させて、もうちょっと畳もうかな。はい、こんな感じでね、しっかりと水を吸わしてカラマッちゃんですよ、ね、初めての樹種でしょよし、これは舞姫の今取り木かけとるんだけど、もうなんか水かけとると倒れてしょうがないもんね。よし、これはもうちょっと挿し木したろうかなと思って、この今4月下旬だよね。まあ挿し穂を取って、この鍋業務用のこの平鍋、雪平鍋っていうのこれ、取っ手はね別にあるんだけど、これちょっと汚れてきたもんで、新しいやつを買ったもんで、じゃあこれは園芸用で使おうかなと思ってね。ちょうど取っ手がないとね、いろいろボールみたいに使えるでしょアルミのね。
意外といいお値段すんだこれ、言っとくけどね。関係ないけど。よし。まあこれでね、ちょっとね、活力剤を入れた液に、どんどんね。これを刺し方を準備して切っていきますよ。ね。まあこれでね、まあどう ?3 分の1ぐらいつきゃいいんかな。はい。そしてこれね、これは水槽意外とこの猫の餌をね、ちょっとペットショップとかに買いに行くんだけど、そうするとこう、あるでしょ。なんでこれ30センチ、45センチかなの水槽ね。前中の盆栽 Q チャンネルで、大野さんが出とった時に、挿し木をするのは水槽でやるなんて言っとったらね。よーし。まあ、真似したらなかったでしょう。思って。いいことはすぐ真似しちゃう丸中ですよ。こうやってね、湿度を保ってやると、まあいいなと思ってね。よし。こんな感じで今日の成果を並べてさよならしますよ。ね。あとこのね、猫のメソやら、水仙とかね。はい。じゃあね、今回も最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしく。バイビー。